はじめまして。私は神戸で地球耕す株式会社という会社の代表をしております。ほうきと申します。地球耕すという会社は、主にお庭などの外交工事をしている会社です。お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマに日々活動しています。今回は前回の講座で紹介した芝生の枯れたお庭にこれから私たちが植栽をしていくのですが、そのための計画の立て方を今回の講座と次回の講座で紹介していきます。植栽計画は植物を育てる上で植物の健康を維持するために不可欠です。また、植物の管理をするオーナー様が植物を維持するために無理のない範囲の管理コストやライフスタイルに合わせた計画を提案しなければなりません。そのためにはまず、その土地をよく知ることから始めましょう。地を耕す。このお庭の所有者様から、この芝生が枯れた箇所を花壇に変えてほしいというご依頼を受けましたので、まずはこの部分の面積を測っていきましょう。今日のガーデニング講座のテーマはズバリ測量です。庭やベランダなど実際の場所の面積を知らなければ、どれくらいの土が必要でどんな植物が植えられるのかのイメージがきっとつかみにくいでしょう。正確な場所の面積、さらには高さや勾配、方位などを調査していきましょう。まずはお庭の四方をメジャーで測量していきます。メジャーにも種類があって、硬いスチール製のテープで測るコンベックスというメジャーと、布やグラスファイバーの素材でできている巻き尺などの種類がありますが、屋外で使用する場合はコンベックスのメジャーが便利です。私は測量する前に土地全体のアウトラインを紙に写していきます。そうすることで測量した数値を紙に記入しやすくなります。私は植栽する箇所だけではなく、できるだけお庭全体の測量をするようにしています。その方がお庭全体と花壇のバランスが把握しやすいからです。このお庭の大体のアウトラインを書き終えました。続けて測量をしていきます。測量には大きなスペースから測量を開始して徐々に細かい箇所へと移行していきます。その際に具体的な目印や障害物などもメモしておくと後で整理がしやすいです。例えば、登記上で土地と林地や道路との分かれ目を記した境界ポイントや雨水を排水するための雨水マス、または汚水を排水する汚水マスは測量の際にメモしておくべき障害物の一つです。雨水マスや汚水マスの下には配管が通っているので、その付近は深く土を掘りすぎないように注意する必要があります。この庭の場合は敷地内に汚水マスが通っていたのでメモしておきます。測量する際にコンベックスのメジャーを推奨する理由は、テープが湾曲しており、ある程度の長さまでまっすぐ伸びるため、一人で測量が可能な点が大きいです。先端の爪先の部分で引っ掛けたり押し合ったりすることも可能なので、直線を測るときは便利です。一方の布メジャーは円筒の周囲など曲線的なものを測量するときによく使います。測量した数値を紙に書き終えました。次は高さを測ります。ベランダなどで植栽する場合は高さに制限がある場合が多いので、植栽計画の際に気をつける必要があります。このお庭の場合は2方向にフェンスが立ててあるので、まずそれらのレベルを測量しましょう。まずフェンスのアウトラインを紙に写してから測量した数値を記入していきます。フェンスの測量を完了しました。
また、私たちは地面を基準にして高さを測量するのですが、地面は必ずしも水平であるとは限らず、大抵の場合は勾配があります。それを調べるのに便利なのが、レーザー墨田式です。これは地面の基準点から水平ライン、直角の基準を出すための垂直ラインなどの基準線を壁、床、天井に転写する精密測定器です。これを使えば建物や土地がどのくらい傾いているかを調査することができます。勾配調査の結果、最も水平ラインが高く照射された箇所は750ミリであったのに対して、最も低い箇所では564ミリでした。これはこの土地が矢印の方向に向かって傾斜があることを証明しています。次は方位を調べます。少し前までは私たちは方位磁石で方位を調べていたのですが、最近ではコンパスアプリなどで簡単に方位を調べることができます。方位は日照時間に大きく影響するので、植栽計画には重要です。これで現場の調査と測量は完了です。施主さんから施工を依頼された箇所はこのエリアなので、面積を計算すると約8平米ということになります。こうしてその土地の情報を図面に落とし込んでいくことで、植栽計画の解像度が高くなっていきます。地を耕す。私たちが行っている測量の第一の目的は、その土地の面積を把握することにあります。面積を把握することによって、どのくらいの植栽や資材が必要になってくるかを理解できるからです。そして、ガーデニングの測量は2次元だけでなく、高さも含めた3次元を把握する必要があるということを理解しましょ法規的ポイント。う。ここで視聴者の皆様に法規的ポイントを紹介させてください。法規的ポイントとは、私たち地球耕すが実際の施工や植栽、ガーデニングで地球環境を整えるために心がけている信条の一つです。今回の講座を通じて視聴者の皆様にお伝えしたい法規的ポイントは、正確に庭を測るは私たちから植物への保証書です。土地を測量して面積を把握することによって、私たちはどれくらいの植物を植栽できるかを計算します。それはその土地に対して無理のない植栽計画を立て、資材や植物に無駄なロストを発生させないという目的もあります。そして測量とは面積だけではなく、その土地の特性も可能な限りで調査が必要です。土地の調査は慎重に、そしてそれを図面に書き起こすことは、これから植栽するであろう植物に対しての保証書のようなものだと私たちは思っています。その場所で植栽をする植物たちを安心安全に迎え入れられるように、しっかりとした調査と計画を立てることはガーデナーの責任です。今回の講座では土地の測量方法を学びました。次回の動画では測量した数値や情報を実際の図面に落とし込んでいきます。地味な作業には見えますが、作図はガーデナーにとって大事な仕事の一つですので、しっかり学んでいきましょう。この動画チャンネルでは、お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマで様々なコンテンツを企画しています。今回の動画コンテンツに興味をお持ちになった視聴者の皆様は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると大変励みになります。また、この動画チャンネルでは皆様からのガーデニングや植物に関するお悩みや今回の動画の感想などをコメントから募集しております。皆様からいただいた質問はガーデニング講座のカリキュラムに組み込んでお答えさせていただきますので、コメントからご質問ください。私たちは皆さんと一緒に地を耕したいです。